ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、リクエストにお答えします。SixTONES 音色結成9周年生配信バージョン。こちらを見てですね、歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、今回のですね、音色生配信バージョンなんですけど、僕がですね、一番最初に SixTONES の僕が僕じゃないみたいだの歌声分析動画を公開した時からリクエストをいただいている楽曲なんですよね。そして本日の5時台かな、ミュージックステーションで SixTONES が音色を生パフォーマンスするということでですね、本当は今日 SixTONES の人の歌声分析動画を公開する予定だったんですけれども、せっかくだったらミュージックステーション出演に合わせてですね、音色の歌声分析動画を公開しようと思いましてですね、急遽予定を変更して今撮影しております。そして歌声分析したわけですけれども、いや、毎回驚かされますね。歌が上手い、表現力が広いっていうのはもちろんのこと、細かい部分への着眼点、ここも素晴らしいなっていうふうに今回思いました。音一つ一つのこだわり、細かいリズムへのこだわり、そして歌声に感情を乗せるための気持ちだったりね、こういうところが素晴らしいなというふうに思いました。その辺をどこよりも丁寧に細かくをテーマに歌声分析しておりますので、皆様ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム。こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、SixTONES 音色9周年生配信バージョン歌声分析 GO!なるほどね。いや、ジェシーさん、絶対音感持ちですかね。多くの歌い手はですね、相対音感っていう音感を使って正しい音を判断するんですよね。ただ今、歌の入り、カウントの音しか入ってないんですよ。違う言い方をすると、歌う音程を判断できる楽器が鳴ってないんですよね。にもかかわらず、入りの音しっかりジェシーさん歌っていたじゃないですか。いや、これ多分、絶対音感がないと厳しいんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回確認してみましょう。ほら。すごいですね。僕も中途半端なんですけど、少しだけね、1ミリだけ絶対音感的な部分を持ってるんですけど、どこが中途半端かっていうと、ピアノのですね、白い鍵盤の音しかわからないんですよね。黒い鍵盤が入ってくると、もう何の音だろうっていう感じなんで、すごく中途半端な絶対音感なんですけど、だから多分ジェシーさんは僕なんかよりもね、はるかにレベルの高い音感の持ち主なんだと思います。そして音色っていう曲、とっても雰囲気が温かくて優しい曲ですね。これは先が気になりますね。いきますよ。いいね。こっから歌が始まるんですよ。毎回もったいぶってごめんなさいね。なんか、イントロの雰囲気がすごく軽快でポップな感じなんですね。音色っていうタイトルだから、しっとり系かなって僕最初思ったんですよ。でももうこの優しくて温かい雰囲気がすごく聴いていて心地いいですよね。じゃあ、早速歌い出し行ってみましょう。まずジェシーさんの声から。今回は正統派な歌声。こんな言い方してしまったらね、ちょっと悪い風に聞こえてしまったら申し訳ないんですけど、数あるジェシーさんが持っている歌声の中から、王道的な声の出し方ですよね。ララ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 みたいな。
こんな感じの質感の歌声かと思うんですけど、どういう風に声を響かせているかというと、歌の代表的な共鳴ポイント、胸腔、口腔、鼻腔、この3つをですね、まんべんなく同じぐらいの割合で使っているっていう感じです。それでもやや胸の響きが強いかな。胸の響きが強くなると男らしいたくましい声になりますし、口の中の響きはですね、声量を増幅させたり、言葉の輪郭をクリアにしたりします。で、鼻がですね、声の音色ですね。今回のタイトル、音色。なんかね、リンクしましたけど、歌声に艶っぽさだったり、プロっぽい歌声だなっていう雰囲気を作り出すポイントなんですよね。その3つをですね、まんべんなく使った歌声です。もう一回聞いてみましょう。いい声ですよね。すごく落ち着いていて、聞きやすくて、温かい歌声って感じですよね。次いきますよ。ここで、京本さんが1オクターブ上の音に回ってるんですね。オクターブっていうのは音楽用語なんですけど、ドレミファソラシドの下のドと上のド、この音関係です。で、今のポイントは分かりやすく言うと、低いメロディーと同じ音で高いメロディーを同時に歌うっていう、このユニゾンって言われたりもするんですけど、そういった表現方法のポイントかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。で、リズムもしっかりと合ってますしね。個人的には音程を合わせるより、リズムを合わせる方が難しいっていうふうに思います。なぜなら、同じようなリズムで歌ってるつもりでも、細かいところでそれぞれの個性が出てしまう部分なんですよね。その個性の違いがですね、リズムのズレとなって現れやすいんですけど、さすがメインボーカルのジェシーさんと京本さんですよね。リズムまで完璧です。次行きますよ。やっぱり松村さんの低音すごくダンディーでかっこいいですよね。で、今のところは歌のメロディーを歌っているっていうより、メロラップに近いような表現かな。言葉数と音数がこうギュッと詰まったようなフレーズだったかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、松村さんの声はですね、すごく男らしくてかっこいい声質じゃないですか。この今言ったことを聞いてピンときたストタンの方いらっしゃると思うんですけど、声の響きのメインがですね、胸、胸腔共鳴なんですよね。ただ、胸腔共鳴だけを使って声を出してしまうと、声が重くなりすぎちゃうんですよ。そこで松村さんはどういった声の出し方をしてるかというと、少しだけ鼻腔共鳴の響きも足してるんですよね。鼻腔共鳴の響きを足すことによって声の重さっていうのが緩和されるんですよ。いや、素晴らしいテクニックですね。次行きますよ。ここでまたコーチさんが上に行って松村さんが下のパートですよね。で、今の松村さんの声でですね、先ほど言った鼻に少しだけ入れてる歌声、雰囲気が伝わったらいいなっていうふうに思うんですけど、そしてコーチさんの歌声、やっぱりね、このね、無邪気な感じがすごく心地いいですよね。コーチさんの声はですね、口と鼻が中心になってます。なので、男らしい歌声っていうよりも、あどけないとか、可愛いとか、そういったニュアンスの声質だと思います。もう一回聞いてみましょう。で、コーチさんの表情、すごくこう、笑顔で歌っていたじゃないですか。この笑顔で歌うっていうのも、歌を歌う上ではすごく重要なことで、顔の表情ってそのままの雰囲気が歌声に乗るんですよね。今のコーチさんみたいに笑顔で歌うと明るい声質になりますし、悲しい表情で歌うと悲しい声質になるんですよ。なので今のコーチさんの歌声、無邪気な感じで明るい、なんかね、子供心に帰れるような、そんな雰囲気のする歌声だったかなというふうに思います。次行きますよ。
珍しい。田中さんがラップじゃない。いやー、すごくいい声ですね。全体的にこう、ハスキーな感じっていうか、かっこよさは残しつつ、そこにね、優しさが乗っかってきているような素晴らしい歌声かなというふうに思います。で、ラップの時の声の出し方を応用した感じで声を出してるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。口腔共鳴、口の中の空間ですね。こちらの響きがメインになっているかなというふうに思います。日常的に会話で使っている声質。わかりやすく言うと、田中さんが持っている声の魅力を最大限にこう、引き出したような、そんな感じの歌声なんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。かっこ優しいっていう感じですね。で、今ちょっと聞いてみたらですね、鼻の響きもちょっと入ってますね。訂正します。口がメインなんですけど、その声を少しだけ鼻に入れてるような、そんな感じの声の出し方だと思います。次いきますよ。セクシーな歌い方ですね。で、森本さんの歌声はですね、胸腔共鳴で支えた声を鼻に全部入れてる。こんな感じですね。鼻でセクシーさを作り出している声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いや、いいですね。で、全体的にですね、スタッカートっていう音を短く切るテクニックも使っているかな。音を短く切ることによって、今回の音色ではどういった雰囲気が出てくるかっていうと、弾んだニュアンスがですね、すごくこう前面に出てくるような雰囲気が作られるんですよね。楽曲のタイプによってですね、同じスタッカートでも使った上で出てくる雰囲気っていうのは変わってきます。激しい系だとかっこいい感じ、ノリがいい感じになりますし、今回みたいに弾んだ雰囲気の曲だと、その曲に合ったようなこうね、自然に体が動いてしまいそうなこのビート感、弾んだニュアンス、こちらになるんですよね。だからスタッカートって小学校で習うワードだと思うんですけど、結構歌で使うと奥が深いんですよ。次いきますよ。うわいや、力強いハーモニーだ。で、今のところはですね、ジェシーさんがメインで、京本さんが上ハモリに行ってんのかな。で、二人とも地声で歌っています。メインボーカルのジェシーさんも地声だし、ハモリの京本さんの高いフレーズも地声なんですけど、地声に対して地声でハモることによって、ハーモニーにパワーが生まれてくるんですよね。力強い雰囲気というか。で、高い音域なので、結構裏声でハモる方もいるんですけど、裏声でハモると、このパワー感っていうのが出てこないんですよね。美しい雰囲気だけが残るっていうか。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。激しい雨に打たれてもすごくパワー感がありますよね。で、ここで京本さんがすごいことを実はやっていて、高いハモリっていうのは、メインメロディーに対して声量も出やすいですし、音の性質上高い音の方が目立つんですよね。なので、メインボーカルの存在感を消してしまう可能性があるんですよ。やり方によっては。そこで京本さんどうしたかっていうと、今近くにマイクがあったんでマイクを持って説明しますね。で、このマイク、ライブで使ってるタイプのマイクです。あれストーンズが使ってるマイクと同じかなわかんないですけど、なんか似てますよね。で、このマイクって実はここの上の部分しか声を拾ってくれません。厳密に言うと、ここで拾ってくれる音の量を10だとすると、それ以外は1とか2とかなんですよね。ほとんど拾ってくれません。その性質をですね、京本さんはうまく利用して、こうやってハモるんじゃなくて、こうやってハモってるんですよ。これだと、さっき言ったように、声量が大きくなっても、マイクは1とか2とかしか拾ってくれないので、自然と音量差がついてですね、高いハモリでもメインメロディの存在感を消さないんですよね。いや、すごいマイクテクニックですね。もう一回今度は、京本さんのマイクテクニックに注目して皆さん、映像を見てみてください。いきますよ。激しい雨に打たれ前半はこうやってるように見えるんですけど、で、この
最初はですね、このマイクと口の距離感がだいぶ開いてるんですよね。で、これ5センチ以上離してしまうと、先ほどと同じような現象が起きます。ほとんど声拾ってくれなくなるんですよね。でも正面を向いてるから、これに対しての半分ぐらいかな。で、多分歌っていて途中で京本さんがハモリちょっと大きすぎるなって思って、こうに変えたんですね、きっと。いやー、細かいところまで意識が届いていて素晴らしいですね、京本さん。いや、感動しました。次行きますよ。ここで4人で歌うこの声の音圧たまらないですね。もう一回聞いてみましょうよ。もうこのね、やっぱりね、一体感が素晴らしいですよね。4人の声が一つにまとまって、奏でるこの雰囲気がたまらないです。次行きますよ。いい歌詞。出会えただけで特別な毎日。これはきっとストーンズの皆さんはストタンの皆さんのことを思って歌ってますよね。もう曲調がすごく温かくて優しい雰囲気。そしてファンのことを思って歌っているであろう歌詞。もう最高の組み合わせ。もう一回聞いてみましょう。なんかジーンとしてきますね。しかも生配信で生歌なわけですよね。一切加工も修正もされていない歌声ですよ。もうそりゃ伝わりますよね。次行きますよ。これ落ち込んだ時に聞きたい。すごく心に染みる歌詞と曲の雰囲気ですよね。さっきは似たようなこと言ってしまいましたけど、いやー伝わるね、気持ちがね。もう一回聞いてみましょう。で、メンバーの5人がメインメロディーをユニゾンで歌っていて、1オクターブ下で多分今の低い声は松村さんだと思うんですよね。松村さんがね、低音域のこの音域を一人でしっかりと支えてるんですよ。で、音の土台っていうのは高音じゃなくて低音なんですよね。低音部分がしっかりしてくると、中音、高音、この部分が綺麗に聞こえてくるんですけど、ほんと松村さんはですね、縁の下の力持ち的な存在でですね、低音部分歌っています。次行きますよ。優しい。そして甘い。ジェシーさんの声。先ほどジェシーさんの歌声で説明した通り、バランスがいいんですけど、今回はですね、鼻の音色が若干多めになってます。5対2対3。こんな感じの割合なんじゃないかな。たまたまじゃなくここに着いた。こんな感じかな、僕がやると。いやー、素晴らしい歌声ですね。次行きますよ。いいね。やっぱりこの無邪気な声好きだな、僕。で、ここのコーチさんの歌声はですね、先ほど説明した声の響きのバランスと同じ声を使ってますよね。口と鼻。こちらがメインになった歌声かなというふうに思います。変わらなくずっと歩いてきたんだ。みたいな。もうちょっとこう笑顔で歌った方が近かったかな。来たんだ。あ、こっちか。こっちの方がニュアンス近いですよね。いやー、癒される声ですよね。次行きますよ。今のところは全員で歌ってんのかな。カメラが映したのは森本さんと田中さんだったんですけど、もっとこう、多い人数で歌ってるような雰囲気を感じたんですけど、もう一回聞いてみましょう。あれでも、森本さんと田中さん二人で歌ってんのかな。よく聞くと二人の声が目立ってるようにも聞こえますし、でも違う聞き方をするとみんなで歌ってんのかなっていう気もしますし、ここの部分、ストタンの皆様、ぜひフォロー解説をコメントでお願いします。毎回言ってますけど、皆さんが頼りですのでよろしくお願いしますね。じゃあ次行きますよ。やっぱ綺麗ですよね。全員で歌ってるフレーズが。
ちょっと音楽的に難しい話をしますけど、ユニゾンで一番アウトなのは、ほんのちょっとだけ音程がずれることなんですよね。ほんのちょっとならいいじゃんっていう風に思うかもしれないんですけど、ほんのちょっとずれるだけで音がうねるんですよ。音がうねるっていうのは聞いていてなんかワン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 聞こえるなみたいな。今ね、楽器があればそれを表現できたんですけど、だからユニゾンでちょっとだけ音程がずれるっていうのは本当にダメなんですよね。すごく音の響きが汚くなってしまう。これがですね、使っちゃいけない不協和音なんですよ。むしろ不協和音で使っちゃいけない音の方が少ないと思うんですけど、ただユニゾンでちょっとだけ音がずれるのは NG です。で、ユニゾンで音がぴったり揃えば揃うほど曲を聴いた感じ、透き通った雰囲気、透明感がある雰囲気、これが感じられるんですよね。何が言いたいかっていうと、ストーンズのユニゾン部分、要は全員で歌ってる部分は、この響きの透明感がですね、素晴らしいんですよ。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほら。もう本当に一人で歌ってるんじゃないかっていうぐらい、透き通った雰囲気ですよね。これは生ライブにもかかわらず、みんな出してる音がぴったり揃ってる証拠なんですよね。いや、本当に素晴らしいです。で、今音程の話メインでしましたけど、リズムもぴったりですからね。リズムがずれても先ほど言った濁ったような質感が出てくるんですけど、ストーンズのユニゾンはですね、音もリズムも完璧中の完璧ですね。次いきますよ。もううっとりしちゃいますよね。素晴らしすぎて。もう一回聞いてみましょうよ。かっこいいね。ここまで完璧なユニゾンの歌声を聞くと、もう分析とか、そういうのは一切いらないですね。ただただ素晴らしいポイント。もうその一言だと思います。次行きますよ。うえい美しいね。で、京本さんの今の歌、抑揚がですね、素晴らしいなというふうに思って、君といれば、うまくできないな。なんかこうね、君といれば、みたいな、こう、前へ前へ押し出していくような歌声の抑揚がですね、あるんですよね。で、最後の裏声も、ねーねーねーみたいな、今ちょっとガラってなっちゃいましたけど、フレーズ全体での音量のダイナミックスっていうのは音量差のことなんですけど、この表現の仕方がですね、京本さんの歌の抑揚につながってるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら。わかりましたか皆さん、今。裏声のところがすごくわかりやすかったですよね。みたいな。うわーみたいな広がっていく感じ。これがね、引き込まれますよね。で、声質の響きの成分なんですけど、鼻腔がかなり強いですよね。多分、声全体を10としたら、6割ぐらいは鼻腔に持ってってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あと3割が胸腔、1割だけ口使ってる、こんな感じのバランスじゃないかなっていうふうに思います。鼻の成分が多いんで、声の美しさがすごく増幅されたような歌声になってるんですよね。素晴らしい。次いきますよ。いやー、いいね。ライブとかだと、最後の曲とかに持ってくんのかな、音色は。もう曲の雰囲気が、また会いましょうみたいなね、そんな感じの雰囲気を僕は感じていて、歌詞の内容をそこまで熟知しているわけじゃないっていうか、もうほとんどね、今回初見ですので、もう今聞いた歌詞というよりは曲全体の雰囲気でしかイメージできないんですけど、いつだって会えるさ、みたいなね、なんかそんな感じの雰囲気を僕は感じているんですよね。すごく好きな感じの曲です。もう一回聞いてみましょう。いやー、いいね。心がほっこりしますよね。
ああ、なるほどね。このあーのところはハモってんのか、二声コーラスかな ?2 パートでこうあーをハモってる感じかな。でもなんか最後の方もう一個パートがこう出てきたような感じがして、もう一回確認させてください。いきます。うん。あ、なるほどね。やっぱ二声コーラスですね。2パートあって、で、今の終盤のところでフェイクみたいな音が入ってくるのかな。ちょっと戻して続き聞いてみましょう。あ、違った。違った。でも森本さんのピースが可愛いですね。やっぱり二声コーラスのポイントでしたね。やっぱハーモニーも素晴らしいんですよね、ストーンズは。ほら、どうです森本さん、お茶目ですね。めちゃくちゃ笑顔が爽やか。次いきますよ。わ。あ、なるほどね。一人で生きられない。こんな感じの歌い方かな。ここの部分のジェシーさん、鼻のニュアンスがすごく強くなってます。この色っぽい感じって鼻で作られているんですよね。それプラス、リズムの取り方がですね、変わりました。今までは、タッタッタッタっていうリズムで取ってたんですけど、今回はですね、倍の長さのテンポで取ってます。タン、タン。一人で生きられない。こんな感じかな。今のフレーズを倍のテンポで取るとどうなるのか。一人で生きられない。半分で取ると、一人で生きられない。こう全体的にこうねっとりとしたような質感が出たと思います。倍の長さで取った歌の方がね。これリズムの取り方で音の位置が変わってくるんですよね。大きい幅でリズムを取れば取るほどフレーズにですね、こうためが効いてくるというか、ちょっとだけ遅いニュアンスが出るんですよ。で、早く取れば取るほどちょっとだけ早いニュアンスが出てきます。これをそれぞれ早い方を前乗り、遅い方を後乗りって言うんですけど、今のポイント、ジェシーさん、後乗りで歌ってるんですよね。リズムコントロールも半端ないです。もう一回聞いてみましょう。うんうん。ちょっと僕がさっき歌った音符が間違ってましたね。ごめんなさい。生きられないのこのないのところで喉の奥をぐわっと開いて、口の中の響きを多くした分鼻のニュアンスを少なくしてるみたいなね。このワンポイントで瞬間的に声の出し方を変えてるんですよね。ここも素晴らしいです。次行きますよ。わけでもないのにこの道選んでる。ここ難しいですよね。ルーかなすごい R&B 歌手みたいなフェイクの仕方なんですけど、すごいですね。そして、先ほど後乗りの話をして、で、今のフレーズ、ここでリズムの取り方をですね、前乗りにしてるんですよ。早くリズムを取っているっていうか。なので前半に比べて今の方がスピード感がある感じに聞こえると思います。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほら。この道選んでる。難しい。ルー、この入りの音が難しいんですよ。ここはね、使っていい不協和音の音なんです。むしろ使った方がめちゃくちゃおしゃれでかっこいい不協和音なんです。ジャズ用語ではブルーノートっていう専門用語があるんですけど、こう取りたい音をあえて少し低めに出すっていうテクニック。これかっこいいですよね。で、おしゃれでかっこよくなる代わりにめちゃくちゃ音程が取りづらくなるっていうのが、まあ一気にね、ハードルが上がる部分なんですけど、取りづらい音からすごいフェイクにつなげるっていうね、もう神業ポイントでした。次いきますよ。いいね。なるほどね。前半結構ハモリが強く出て、後半は一気に後ろに引いた感じになってますよね。またハモリ京本さんかな。ハモリが一人だったので、で、ジェシーさん以外は多分みんなメインメロディー歌ってたと思うんですよね。ハモリが小さすぎるっていう風に思って、またマイクで調整したんじゃないかなっていう風に僕は推測するんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほら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 。一気に後半は後ろにグッてこうハモリが下がっていますよね。
でも個人的には、前半ぐらいハモリの音量が出ている方が好きかな。なんか声のパワー感っていうか、このね、勢いがめちゃくちゃかっこよかったなっていうふうに思います。でも前半強く、後半はちょっと抑えめにみたいな感じの表現ポイントだったのかな。でもこういうのもライブならではですよね。素晴らしい。次行きますよ。いいね。ここで全員が揃うわけだ。で、この雰囲気だと落ちサビになるのかな次は。行ってみましょう。アカペラ？そっか、すごいね。確かにコメントで9周年生配信のライブで歌った音色ではアカペラポイントもあるので、ぜひ聴いてほしいっていう風に紹介していただいてました。ここね、言ってた場所。いや、ここでのアカペラやばいね。もう一回聴いてみましょう。やっぱアカペラだからね、多分みんなリズムをしっかりとって歌ってるんだと思います。もうこういうところから普段からリズムをしっかり揃えるっていう意識を持って練習してるんだなっていうのが伝わってきますよね。いや、素晴らしいですね。めちゃくちゃ今ね、鳥肌立ってます。感動して。やばいやばい。次行きますよ。テンションがさらに上がってきました。これは素晴らしいポイントだね。なかなか生ライブで、しかもアカペラをライブ会場以外で聞く機会ってないじゃないですか。超レアポイントですよ、ここ。もう一回聞いてみましょう。なるほどね。田中さんがカウントを出してるんですね。そこに対してみんなでリズムを合わせてるっていう感じか。なるほどね。田中さんがストーンズのリズムリーダーなんですね。それを考えると、ラップの神がかったリズム感も納得できますね。そういうことか。なるほど。また一つ、ストーンズについて詳しくなれました。次行きますよ。真似したくなっちゃう鶴さんみたいな。もうこのまま全員で歌って盛り上げた感じで進んでいくのかな。やっぱね、ラスサビは盛り上げていくのがストーンズのね、魅力なんじゃないかっていう風に前から言ってると思うんですけど、今回もそのポイントは来ましたね。もう一回聞いてみましょう。いいね。やっぱこのエンディングの盛り上がった雰囲気好きだな、ストーンズの。次行きますよ。どこへだって行けそうなこのダーの音もさっき言った難しい音の部分です。使っていい、おしゃれでかっこよくなる不協和音の音ですね。もう一回聞いてみましょう。来るよ。ほら。だっていけそう。かっこいいですよね、この音。次行きますよ。いいね。もう一人一人の表情が素敵ですよね。こう楽しそうな感じとか、歌にこうね、集中してる感じ。ほんとかっこいいです。もう一回言ってみましょう。ほら。ほら、もう、笑顔が素敵だし、ジェシーさんはすごく曲に入り込んでますしね。このね、ストーンズメンバー自身から出ている、この温かさもすごい魅力ですよね。次行きますよ。いいね。でももう終わりなんですよね。すごく寂しい気持ちになってくるんですよね。最後のサビって。しょうがないんですけどね。でももう一回聞きたいとか、繰り返し何回も聞きたいっていう風に思わせてくれる魅力もありますよね。ストーンズの楽曲は。もう一回聞いてみましょう。ね。何回も何回も聞きたくなりますよね。もう素敵すぎます。次行きますよ。
あ、ここで裏声のところはメロディーがちょっと違うんですね。高い音に行くと思いきや、ラーラーラーみたいな。その前は、ラーラーラーでしたよね。あ、ここでメロディー変わってくるんだ。なるほどね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。あ、なーなーなー。これか。最後はこうフェードアウトしていくような感じで徐々に盛り下がっていくような雰囲気を作るためにこの音使いなのかな。この先気になります。次行きますよ。おい。あ、なるほどね。こういう感じで終わるわけだ。そっか、さっきの裏声のポイントが高い音に行くか、今の低い音をキープしてフレージングするかによって、全然最後のワンフレーズが変わってきますね。いや、このアレンジの着眼点素晴らしいですね。じゃあ次行きますよ。で、エンディングフェイクはふぅあ、何このまま終わっちゃう感じジェシーさんのエンディングフェイクがなかったわけか。毎回恒例かなっていうふうに思ってたんですけど。イェイあ、なるほどね。こういう感じで終わるんだ。最後、じゃーんはいかないんですね。まだ先が続きそうみたいな雰囲気を残して終わるんですね。なるほどね。いや、素晴らしい構成、素晴らしい歌声、そして素晴らしい表現力でした。以上、SixTONES 音色歌声分析はここで終了です。さあさあ、今回は SixTONES の音色、生配信、生歌、こちらをですね、ピックアップして歌声分析をしていきました。やっぱり生歌っていうことで、その時にしか出ないような表現もありましたし、声の使い方とか、あとその時その時の表情とかね、やっぱりこういったライブの歌声を分析していくのはレア感満載ですごく楽しいですね。そして今回も SixTONES の皆さんのですね、歌声の素晴らしさをたっぷり堪能させていただきました。本当にリクエストありがとうございます。次回 SixTONES の歌声分析動画は、これが多分一番人気ですね。人。こちらの歌声分析動画を近日中に公開します。どのぐらい近日中かっていうと、3日以内ぐらいには公開したいなっていうふうに思っておりますので、オープニングトークの時にも言って、エンディングでも言うのかよって感じかもしれないんですけど、ぜひまた遊びに来ていただけたらなというふうに思います。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。